おはようございます。本日向かっている先は軽井沢。前から新緑の季節に来てみたかった場所です。早朝なら全然人がいないのではと思い、朝6時半の電車に乗車しております。今日は朝からカフェや街歩きを満喫していきたいと思います。早速バスに乗って朝ごはんを食べに行きたいと思います。早朝ということで車内にはほとんど人がいません。軽井沢ってやっぱり車で移動している人が多いんですかね。貸し切りみたいです。こんなにゆったり移動できるとは思っていませんでした。観光地のバスは混み合うイメージがあったので、この快適さはかなり嬉しいです。まず向かっている先は軽井沢駅から南の方のホッチエリアです。駅周辺の賑やかな雰囲気とはまた違って田園風景が広がる自然豊かなエリアです。冬の時期はそもそも閉まっているお店も多いみたいなので、夏の時期になったらホッチエリアに絶対に行こうと密かに決めていました。バスに揺られること15分ほど。だんだん緑が増えてきましたね。都心ではなかなか見られない景色なのでテンション上がりますね。まだ目的地にも着いていないのにすでに軽井沢来てよかったなぁと思っちゃっています。レイクニュータウンに到着しました。このエリアは湖の周りにカフェやショップがあるみたいですね。のんびり散策したいところですが、まずは朝ごはん、早速向かいたいと思います。ここは駐車場までの道のりですかね。ただの移動ルートとは思えないくらい雰囲気が素敵です。背の高い木に囲まれている感じ、なんだか森の中のお城に向かう途中みたいです。そして歩いていたらチューリップを発見。思わず立ち止まってしまいました。さて、このエリアに来たらまず寄りたいのがこのお店です。ホース&ザ・サン。2024年にオープンしたカフェ兼ショップで、地元のお客さんはホーさんと呼んでいるそうです。店内は4席ほどあり、テラス席もありました。北欧の雰囲気がかなりいいですね。チュロスとソイラテを注文しました。群馬県の乳製品とバターをたっぷり使ったチュロスだそうです。チュロスは歯ごたえのある固めなイメージでしたが、このチュロスはふわふわです。ちらっと伺ったのですが、店主さんはもともとディーン&デルーカで働いていたとのこと。カフェの機能も持たせつつ食料品も販売したいとのことで、カフェとショップが併設したお店になったそうです。居心地が良すぎて、家の近くにこんなお店があったら毎日通いたくなっちゃいますね。ゆるい感じの雰囲気が素敵なお店でした。さて、カフェを後にして湖のほとりを歩いています。
朝だからか人もほとんどいなくて静かです。湖沿いに道が続いていて、のんびり散歩するのにちょうどいい感じですね。風が吹くと水面が少し揺れて、木もゆらゆら動く感じも素敵です。わあ、天気が良すぎる。そして森の方にもやってきました。歩いているとなんだか気になる建物を発見。ホテルコリント。かわいい建物すぎて思わず立ち止まってしまいました。調べてみたら、こちらは実際に宿泊できるホテルみたいです。こういう建物を見ると軽井沢って避暑地なんだなぁと改めて感じますね。今回は外から見るだけですが、いつか泊まってみたいものです。さて、一通り散策したところでバス停に戻ってきました。わあ、あと1時間半くらい待たないといけない。はい、やられました。この辺りバスが全然来ないんですね。時刻表を見てびっくり。1時間に1本来るか来ないかくらいの本数でした。もう完全に油断していましたね。しかも次のバスは1時間半後。さすが軽井沢、車移動が基本なだけありますね。一瞬どうしようとなりましたが、ヒッチハイクする勇気もないので諦めて、もう少しこの辺りを散策しようと思います。まあ急ぐ旅行でもないですしね。こういう予定通りに行かない感じもなんだかんだ旅行っぽいです。ということで、さっき散歩している途中でちらっと気になっていたカフェへ。こちらは1年というカフェ。お店の近くに可愛いテーブルやベンチがある場所を発見しました。自然の中にさりげなく置かれている感じ、おしゃれです。ということで、本を読みながらシナモンロールをいただきます。このシナモンロールはフィンランドスタイルなんだそうです。よくある甘めのシナモンロールとは少し違うみたいですね。シナモンだけじゃなく他のスパイスの香りもしっかり感じます。気になって調べてみたら、生地には粗挽きのカルダモンが練り込まれているっぽいですね。生地の中からスパイスの香りがふわっと広がって美味しかったです。気づけばバスの時間、次の目的地へと向かいたいと思います。軽井沢駅に戻り、次は旧三笠ホテルというところへ向かっております。軽井沢はエリアごとにかなり雰囲気が違うので、移動している時間も結構楽しいですね。駅周辺はお店や観光客も多くて賑やかな感じですが、少し離れるだけで一気に静かな空気に変わっていきます。この街と自然の距離感の近さが軽井沢っぽいですね。この先の道路が狭くなり、左手に当時の三笠駅がありました。This road is the Mikasa Road. バスに揺られること10分ほど。窓の外の景色は深い緑色です。
別荘地らしい雰囲気とか避暑地に来たなという気分になりますね。この辺りまで来ると人通りもかなり少ないです。あ、もうすぐだ。旧三笠ホテルの入り口に到着しました。If only I could finish something, run straight through to the end. 想像していた以上に立派な建物です。森の中に突然現れる洋館という感じで、かなり存在感がありますね。旧三笠ホテルは1906年に開業した純西洋式の木造ホテル。日本人だけで設計施工されたホテルだそうです。軽井沢の鹿鳴館と呼ばれていたということで、納得の華やかさです。外観もかなり素敵ですね。白い窓枠や装飾など細かいところまで見応えがあります。まず迎えてくれるのは広々としたロビー。明治時代にタイムスリップしたような感覚です。そしてスイートルームにやってきました。天井がとにかく高く、窓から柔らかい光が差し込む感じが素敵です。ベッドやソファー、テーブルなど当時の雰囲気がそのまま再現されています。まるで昔の映画のセットの中に入り込んだみたいですね。こんな部屋で避暑地の夏をゆっくり過ごしていた人たちがいたんだなぁと想像すると不思議な気持ちになりますね。時計を気にせず本を読んだりしていたんですかね。2階にはカフェがありました。もともとは客室として使われていた空間みたいです。さて、メニューを確認します。食事系からスイーツ、ドリンクまでいろいろありますね。当時のレシピを再現したホテルオリジナルのカレーもあったり、歴史あるホテルならではの特別感があります。デザートは長野のリンゴをたっぷり使った軽井沢アップルパイがあったり、ドリンクはコーヒーやハーブティー、長野のジュースなど軽井沢らしさ満点のラインナップです。全体的に避暑地のティータイム感がすごいですね。注文したのはマドレーヌチーズバーガーとハーブティー。メニューを見た瞬間、マドレーヌチーズバーガーという名前が気になりすぎて、気づいたら注文していました。普通のハンバーガーとはちょっと違う見た目ですね。バンズの代わりに使われているのがマドレーヌでした。調べてみたら軽井沢のお土産の定番みたいですね。最初は
甘いのかしょっぱいのかと混乱するんですが、食べてみると意外とちゃんと合いました。一緒に頼んだハーブティーは香りがかなり爽やか、心が落ち着く味ですね。展示を見学した後にこうしてゆっくりお茶をする時間もなんだか贅沢です。歴史ある建物の余韻に浸りながら過ごせるのもこのカフェならではだと思います。さて、旧三笠ホテルをたっぷり楽しんだところで少し周辺を散歩してみることにします。建物を出た瞬間、空気がまた全然違うのが良いですね。森の匂いがかなり濃くて深呼吸したくなります。新緑も本当に綺麗ですね。今ちょうど元気ですみたいな生命力があって、見ているだけでこっちまで回復してきます。写真を撮りながら歩いていたら、ホテルの年配の従業員さんが話しかけてくれたんですけど、軽井沢はこの時期が一番いいんですよと言ってたんですよね。確かに今の季節は暑すぎず寒すぎず、本当にちょうどいいですね。新緑が一番活力がある時期だからねと教えてくれまして、なんだか軽井沢の地元の正解を聞けた気分になりました。すごい川と木々と最高の自然だ。さて、好きなだけ散歩をしたところで軽井沢の中心地に戻ります。気づいたら1時間ぐらい歩いちゃっていましたね。目的を決めずに歩いていただけなんですが、空気が本当に気持ちよかったんですよね。もうちょっと先まで行ってみようかなを繰り返していたら、あっという間に時間が過ぎていました。朝から自然に癒されたので、そろそろ軽井沢らしい定番スポットにも行ってみたいところということで、次は王道な観光地を巡っていきたいと思います。まずやってきたのは旧軽井沢銀座商店街。軽井沢でお買い物といったらここではないでしょうか。静かな森の空気から一転して賑やかな感じです。同じ軽井沢でも場所によって空気感が全然違うのが面白いですね。都心ではなかなか見られない田園風景もあれば、商店街やアウトレットがあってしっかり観光地の軽井沢もあったり、おしゃれな雑貨屋さん、カフェが次々出てきて、つい寄り道したくなっちゃいます。一気に旅行モードですね。今からはのんびりお買い物を楽しんでいけたらと思います。爽やかなミント色の外観が目立つミッフィー森のキッチンにやってきました。入り口には大きなミッフィー、これはもう吸い込まれるように入店です。
そしてヨイトという雑貨屋さんにも入ってみました。 This could happen to you. This could happen to you. River perfectly rounded stone fits in your hand. Take a page, it's a way in time with the band. Fly by Sunday, backseat toさて、商店街を楽しんだところでまだまだ歩きます。夕方になってきて空気も少しひんやりしてきました。昼間は歩いているとちょうどいい気温でしたが、日が傾き始めると一気に軽井沢らしい涼しさになってきますね。東京だと夕方になってもまだ暑さが残っていることが多いので、この空気感だけでもかなり新鮮です。なんというか朝とも昼ともまた違う雰囲気なんですよね。どこか静かで時間の流れがゆっくりに感じます。さて、次にやってきたのは沢村ロースタリー軽井沢。焙煎したてのコーヒーが味わえる軽井沢で人気のカフェです。カフェスペースは黒を基調にしたインテリアで統一されていて、全体的に落ち着いた空間です。今回はシナモンアップルパイとカフェラテを注文しました。気づけば外はだいぶ暗くなってきました。今日はよく歩いたなぁと思いつつ、まだまだ帰りません。実はどうしても見てみたい教会があるんです。軽井沢といえば教会ではないでしょうか。ということで軽井沢駅から中軽井沢駅へ向かいます。利用するのはしなの鉄道。長野県内を走るローカル線で軽井沢と長野方面を結んでいます。しなの鉄道線長野行き
JR 小海線小淵沢駅と接続いたします。ご覧のお客様、3階改札口を出まして、中通路右側にお進みください。タクシー、軽井沢駅先のお降りのお客様は、向かい11改札口。 Welcome aboard. This is a local service train bound for Komoro. This train runs with a single operator and no conductors. This train will stop at every station. The next stop is Nakakareizawa. 移動時間はたったの4分。短い移動ですが、こういうローカル線に乗る時間も旅の楽しみの一つです。窓の外は昼間とは全く違う景色になっていますね。朝から歩いていた街も暗くなるとなんだか別の場所みたいです。中軽井沢です。降り口は左側です。お降りの際はドア横の開けるのボタンを押してください。車内の明かりに照らされた窓をぼんやり眺めているうちにあっという間に到着です。発車します。列車から離れてください。はい、ということで外は真っ暗です。時々街灯や建物の明かりが見えるくらいで、ほとんど森の中を走っているような感覚ですね。とにかく暗い。お昼に歩いていた軽井沢とはまるで別の場所みたいです。昼間はたくさんの観光客でにぎわっていた軽井沢ですが、夜になるとこんなに静かになるんですね。驚きです。今日最後の目的地までもう少しです。教会の近くでタクシーを降りました。周りはかなり暗くて、足元を確認しながらゆっくり進みます。本当にこの先で合っているのかなと思いながら歩いていると、見つけました。軽井沢高原教会です。軽井沢を代表する教会の一つで、多くの人が結婚式を挙げる場所としても知られているところですね。明かりが建物を優しく照らしていて素敵すぎますね。このために来てよかったと思える景色でした。朝から軽井沢を歩いてきましたが、気づけばあっという間の一日でした。歴史あるホテルを見学したり、商店街を散策したり、カフェでのんびり過ごしたり、今回は日帰りでしたが、次はどこかのホテルにも泊まってみたいかもですね。また季節を変えて来てみたいと思います。お疲れ様でした。